投資家の皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる投資の世界を覗いてみましょう。ということでですね、今回のテーマはフィボナッチということで、38.2%、61.8% は無意味。はい、IFTA の論文を紹介したいと思います。はい、IFTA というのはですね、国際テクニカルアナリスト連盟といって、テクニカルアナリストというか、テクニカル分析の、国際的な組織になりますね。実際に許可をいただいて論文の掲載をさせていただきます。年に1回ですね、IFTA ジャーナルという論文の雑誌が出るんですけども、その論文に記載されたものの2016年のものからですね、フィボナッチズ・ア・ヒューマン・メイドという論文がありますので、その論文を紹介しつつ、フィボナッチについてね、読み解いていこうと思います。この動画を最後まで見るとですね、フィボナッチリトレースメント、主にリトレースメントについてですね、フィボナッチリトレースメントの真実がわかるということになりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルはですね、投資全般に関わる知識を発信する投資教育チャンネルです。私、クラウドのですね、独自の目線と考え方でできるだけ分かりやすくお伝えしようと思います。投資に対する悪いイメージを変えたい、個人投資家が集まって知識を共有すれば世界を変えられる存在になるはずという思いからですね、日本一の個人投資家集団ができたらなと思って活動しています。はい、お知らせです。現在ですね、無料のオンラインコミュニティという形で、スラックとバーチャルコミュニティを使ってですね、主に毎週土日の21時から交流してます。で、今、メインはFX でやってるんですけど、今後ね、拡大していこうと思ってます。私のトレード手法もこれからYouTube 等で公開していきますので、今のうちにチャンネル登録と LINE 登録ぜひお願いいたします。はい、ということでですね、話していこうと思うんですが、過去の私はですね、もちろん皆さんやってる通り、ボリンジャーバンド、水平線、トレンドライン、フィボナッチなどいっぱい表示させてました。今でこそですね、SMA を4本と水平線を1本、水平線を1本というか、切り板の水平線を引くだけなんですけども、最初の頃はもちろんこれらのインジケーターすべて表示してて見づらかったんですね。はい。それをですね、今ではどうやってそんなシンプルなチャートになったのかっていうところですね、考え方、方法について皆さんと共有できたらなと思いますので、今回はその中でフィボナッチですね、フィボナッチ主にリトレースメントについてお伝えしていこうと思います。はい。まずはどんなものかというところから押さえていきましょう。フィボナッチリトレースメント。主に使い方としてはですね、押し目や戻りを測るための指標として使われます。はい。こんな風にですね、上昇トレンドがあるとして、この、安値と高値に当ててですね、50%、61.8% とね、こういうところで反応しやすいよと一般的には言われているわけですね。はい。これ皆さん、一番最初に知った時にこう思いませんでした？本当に？いや、そんなはずないでしょって思いませんでした。私は思いましたね。はい。この疑問をですね、解決してくれたのが今回の論文になります。2016年の IFTA ジャーナルからですね、Fibonacci's are human made とドイツの方、ちょっと読み方は分かりませんが、ドイツの出身の方ですね。はい、概要としてアブストラクトですね。この記事では、リトレースメントに対する科学的なアプローチによって、フィボナッチリトレースメントの神話に反論すると。はい。で、プロセス、どういうふうな方法でっていうところで、ミニマムマックスプロセス、バイマイヤーパーペという、手法によって、この論文が、ね、説明されてあるんですけども、それから導き出されたことはですね、リトレースメント、統計的な重要なリトレースメントレベルは、見当たらなかったというふうに結論をつけています。で、まずですね、フィボナッチリトレースメントで見ていただいたと 23.6、38.2、50%、61.8とかね、いっぱいありましたけど、そもそもこれらの数字はどこから来たのかっていうところからね、ちょっとまずは掘り下げていこうと思います。具体的に言うとフィボナッチ比率と呼ばれているものでしてね、このフィボナッチ比率を理解するため、まずフィボナッチ数列を理解しないといけません。フィボナッチ数列何なのかというとですね、高校数学で出てきたと思うんですが、1、1、2、3、5、8、13、21とこんな風に並んでいる数字でですね、はい、第3項以降のどの数字も前2つの数字を足した数字になる数列のことを言います。はい、ちょっと言葉だとね、分かりづらいんで、こっち見ていきますね。はい、第3項2ですね。2というのは前2つの数字を足した数字です。つまり1足す1で2になります。つまりこの3というのは1足す2で3になります。同じように5というのは2足す3で5。はい、8っていうのは3足す5で8。こんな風にできているのがフィボナッチ数列というものですね。はい。で、フィボナッチ比率黄金比というのが実は関係してきてですね、この論文の最初のイントロダクションの方にも書いてあります。フィボナッチレシオというもので、前科式がこんな風に書いてあってですね、黄金比も例として挙げられてますね。はい。リミテーションで、FN、例えばアルコーですね。アルコーの次の項をこう分数でね、表現して、これを極限に持っていくと、これが黄金比になるよと。もうちょっと、数字にちょっと苦手意識ある方も別に聞いといてください。別にさらっとであんまり関係ありませんので、つまり3分の5とか5分の8とか、34分の55とか、そういうのをどんどん極限持っていくと、実はそれが黄金比に近づくよと
いうものになります。で、フィボナッチレシオというものが、定義でリミテーションでこんな風に書いてあってですね、こんな風に定義されて、で、そこに K に値を入れてっていう風に得られるものが 61.8 だったり 38.2 とかね、そういう風に、な数字になるということですね。このあたりはさらっとで全然構いませんのでね。はい。で、自然界にもこの黄金比とフィボナッチ数っていうのは結構、発見されていてですね、オウムガイだったり、台風の目だったり、銀河だったり、植物の花びらの数だったり、種のこの付き方だったりっていうのがフィボナッチ数と深く関係しているよというところが今のところ分かっているというとても不思議な数字ですね。はい。で、黄金比やフィボナッチ数は自然界でも見られると。はい。で、じゃあ相場にももしかしたら当てはまるんじゃないの？で、じゃあ本当に当てはまるのかっていうところで、今回の論文をね、しっかりと見ていきましょうというところですね。で、論文の内容は結構かなり濃いので、さらっと重要なところだけお伝えしますので、興味のある方は、全部英語ですけど、ちょっと読める方はね、読んでいただければなと思います。重要なポイントのみを分かりやすくお伝えしようと思います。はい。まずですね、この論文にあたってですね、3つ、に分けて紹介しようと思います。まず、何を分析したのか。で、どうやって分析したのか。で、結果、分かったこと、何が分かったのかっていう、この3つに分けてね、紹介していこうと思います。はい。じゃあ、まず一番最初、何をですね。はい。1974年の1月4日から2015年の1月30日までの約41年間、ここに書いてありますね。約41年間分のダウとナスダックとダックス。ダックスはドイツの株価指数ですね。この方はドイツ出身なんで、多分ダックスをやったんだと思いますね。の、冷やしですね。デイリーチャートって書いてありますので、冷やしを分析しましたと。じゃあどうやってそれを分析したのかっていうとですね、ミニマムマックスプロセス with MACDSAR というこの詳しい内容はまたちょっと論文見ていただきたいんですけど、簡単に紹介するとですね、ミニマムマックスプロセスっていうですね、最小値と最大値をとある期間の最小値と最大値を表示するインジケーターで、そのとある期間っていうのを MACDSAR というものを使ってですね、短期と中期と長期とこういうふうに分けてですね、最小値と最大値をまずはもう導き出すというもので、こちら下から順に短期、中期、長期だと思ってください。短期はですね、平均が17ですね、中央値が15日っていうような感じですけども、17日、33、117と、こんな感じで短期、中期、長期。で、どういう期間なのかというと、谷から谷、山から山、一緒ですね。山から山、谷から谷までが17日、平均でね。で、33、117みたいな短期、中期、長期という3つに分けて分析しました。で、ここにも書いてあるんですけども、上昇、下落、トレンドは区別しないと。ここが結構大事でですね、例えば、リトレースメント当てるときにここまで来て、はい、50% 戻し、ここの幅に対する 50% 戻しだったらこんな感じですよね。50%。はい。で、100% で反応したり。で、上昇トレンド、下落トレンドを区別しませんので、100よりも大きいこともあるんです。200とかだったら、もっとさらに倍下に落ちるわけですね。その場合は下落トレンドになるわけですけど。はい。こんな感じでですね、100より上も全然あるというふうな分析をしたというものになりますね。で、ここからですね、具体的に何が分かった。結果についてですね、そこから読み解いていこうと思います。まず、そのリトレースメントをね、並べたものになります。例えば 50% の分布がこんなもんでした。1って書いたのが 100% ですね。100% のリトレースメントがこんなもんでした。っていうのをね、こう棒グラフでこうやって表したものですね。はい。で、この分布を見て、このグラフを見てですね、いただくとわかると思うんですけど、値による明確な区切りはありません。例えば、フィボナッチリトレースメントだったら、382、618ってありますよね。382で反発しやすい、618で反応しやすいとか、はい。そういう具体的な区切り、ここで反応しやすいよねっていう具体的な明確な区切りはありませんでしたと。はい。書いてありますね。で、これはちょっとね、さらっと紹介したいと思うんですけど、これは累積確率分布というものでですね、さらっとですね、トレンドの大きさに揺らす確率は同じ。で、スケール不変性で時間足によらないというふうな、ことがわかるんですけども、はい。で、今度はここからですね、またちょっと詳しく、より今見たグラフをですね、詳しく見ていこうと思います。はい。この分布についてですね、まずこの分布から読み取れることですね、0.5 のところで、多いですよね。多い。つまり、50% が一番確率が高いわけです。50% で反応する、リトレースメントで 50% でこうやって反応する確率が一番高いよねっていうのが分かることですね。はい。で、この分布、このね、グラフの分布を
を、禁じすると対数正規分布に従う。これオプショントレーダーとかオプションやってる方は基礎知識ですね。ブラックショールズモデルの元にもなっています。対数正規分布に従うよねというもの。で、こちらメディアンですね。中央値。ミンは平均値ですね。メディアン中央値っていうのが 0.85。中央値っていうのは、中央値なんですけど、0.85 っていうのが、これが1よりもちっちゃいということは、これが何を意味するのかというと、トレンドブレイクよりも、レンジ、トレンドに戻ってくる、戻ってくる方が多い、レンジの方が多いということがありました。トレンドブレイクの方が多い場合は、1、100% よりも大きいはずですね。ただ、それが1よりもちっちゃいってことは、トレンドブレイクするよりも、レンジというか戻ってくる可能性の方が高いということが言えるわけです。はい。で、これは残差プロットと呼ばれるものなんですけど、これについてはね、また別にさらっと紹介するだけですかね。はい。で、ここが一番大事なものになりますね。はい。これ、先ほどから見てますね、この分布。で、この分布をですね、より解像度を上げていきます。これはですね、0.12 サイズの、ものになりますね。0.12 ごとにこう区切ったグラフになります。で、この解像度を上げていきます。どういうふうに上げていくかというと、0.01。これをさらに細かくパーって0.01 単位でこうやってね、見ていくと、こんなふうにグラフになりますよと。で、0.01 単位で区切っていくとですね、1、ちょうど 100%のところにピュッと飛び出た値があると。はい。で、この 100% 飛び出た値をさらに解像度を上げる。0.001 の解像度で見ると、明らかに 100% のところでピュッと、ね、長い値が出てくるというのが分かります。で、この 50% のあたりですね、をちょっと詳しく同じように解像度を上げて 0.001 で解像度を上げて見てみるとですね、この 50% のところで同じくピュッと、はい、値が突き抜けている。で、同じようなところで 33% と 67% のところも、値が突出しているというところが分かるわけです。これから分かることはですね、はい、スケール普遍性とはいえ、解像度を上げる。解像度を上げるっていうのは、つまり時間足をどんどんちっちゃくしていくってことですね。これ、日足がデータですから、日足を例えば4時間、1時間、5分みたいな感じですね。時間足をどんどん小さくしていくと、優位性が存在する。こういうふうにですね、飛び出た値が存在するということになります。はい。つまり、トレンドが長くなるほど、統計的なばらつき、優位性は小さくなってしまう。はい、これ短期足ではこういうふうにね、飛び抜けた値があるもののですよ、こういうふうにどんどん長期な足になっていくと鳴らされて、結局は正規分布、対数正規分布の分布になってしまうというところですね。ただ、この飛び抜けた値も見ていただきたいんですが、フィボナッチだったら382618ですから、この値とは違いますよね。33% と 67% ですから、あくまでもこれはフィボナッチ比率ではありませんと。はい。で、トレンドが短い。つまり、短期足、時間足が短いってことですね。はい。短期足だと、はい、33%、50%、67% で、優位性が認められる。これですね、これ。はい、優位性が認められる。で、これって何なのかというと、結局、半値戻しですよね。短期足で見た半値戻しが多いよっていうことですよね。半値戻し、はい、3分の1戻し、3分の2戻し。の、優位性は短期足では認められたよと、この論文で言われてるわけですね。はい。で、もっと詳しい内容は、このコンクルージョンという結論にね、バーって書いてあることを今、さらっと紹介したことになりますので、詳しい詳細はですね、説明欄2016年の論文フィボナッチ・ザ・ヒューマン・メイドをご確認くださいという感じになりますね。はい。で、今回のデータからですね、分かることはですね、反発の目安、フィボナッチリトレースメントというのは、フィボナッチ比率には関係ないということですね。分かりましたね。382で6、382や618で反応しているわけではありません。はい。ですね。なので、この論文ではフィボナッチリトレースメントは人間が作ったものであると。最後に結論付けているわけですね。これが論文のテーマにタイトルになっています。フィボナッチ・ザ・ヒューマン・メイドというわけで、このフィボナッチ神話はただの神話ですよ。人間が勝手に作ったものですよ。相場は違いますよ。というのを論文で紹介しているというものになりました。はい。ということでですね、使っているインジケーターを理解しましょうということで、皆さんのトレードにね、活かせていただけたら、こちらとしても幸いですので、今後ともよろしくお願いしますという感じですかね。はい。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録していただいて、高評価、コメント等々応援していただけたら、なお嬉しいですね。はい。次回もお楽しみという形で、無料のオンラインコミュニティに参加、トレード手法を詳しく知りたい方はまだ登録していただけたらなと思います。ということで、ありがとうございました。